これって多すぎ、高齢者、これは多いですね。思いますよ。とてもも街に出たらジジババばっかりで、仕事のお客さんも本当に100歳超えた人がいっぱいいらっしゃる。電車とかでその高齢者の方が優先席じゃ収まらなくて、もう普通の席まで溢れてるから、結局優先席とか関係ない。そりゃそうですよ。もうね、漫才協会とってもそう思うな。まあまあ、はいはい。はい。別に生き生きしてますね。そうね。高齢者は多すぎだと思いますね、すごく。特にアフリカとか行った後に帰ってくると本当に多いなと思います。枯れていきょるなっていう感じがする。田舎がね、枯れていって、で町が今太ってる状況だけど、でも結局町に行く人もの供給源としての地方が枯れてしまえば、町も最終的には枯れてしまうなっていう、止めんといけんなっていうふうに思う。まあ多すぎっていうか、まあこれまあ自然にもう増えていくしかない状況なので、まあ多すぎることを前提に考えていくしかないなと思いますけど。高齢者の方すごい多いと思います。普通に人口比率的にも多いと思います。なんか高齢者の方がもっとなんかこうね、若々しくというか世の中で活躍できるようになっていくとすごいなと思いますね。自分も高齢者になるので。多すぎってはなんないですね。別に多すぎっては思わないです。もっと俺らが頑張ります。むしろ頑張って子供作って我らの世代が盛り上がっていけばいいと思います。せーの。失業率が高いときは若者を優先的に雇用すべきだ。せーの、そう思う。それは自分らが若者だからってことね。はい。それはそう思います。そう思います。いつの時代も世の中を作っていくのは若者。まあな。年寄りは自分で仕事作ってもらうと、そう思う。これはそう思います。なんか年功序列の会社がやっぱり多いので、日本はどんどん詰まってきちゃうんで、なんかなるべく若い人をこうどんどん上げていってほしいです。今から子供を作る人がいるわけで、そういうことを考えたらやっぱり若者が増えた方がいいしってなるね。こう世代間格差が果たしてどれぐらいあるかわかんないですけど、もう少しやっぱ若者にとってこう働きやすい生きやすい環境を作っていかないと、みんなやっぱ国外に出ていっちゃうんじゃないかなみたいな。若者を優先的に雇用すべきだとも思わないですね。もう失業率が高いんだったら海外で働けばいいんじゃないって思ってます。その異常事態に対してフレキシブルでなんかかつ柔軟性のあるアイデアをポンポン出せて実行できるのってやっぱりこう若さっていうのは必要だなと思っていて、その部分ではやっぱ若者を優先的に起用した方が会社自体をこう立て直すことができる可能性が思いはありますね。そうだね。俺もそう思うかな。若者が直面しているさまざまな社会問題の責任は上の世代にあると思う。少子化みたいな、年金みたいなね、ゆとりって言われるの私たちがそうしたくてじゃない。そう勝手にしたんだよ。そっちがうちらその時まだ選挙権ないんだよ。生まれてないから。そううちらやられちまったじゃん。だよいや、そうは思わないですね、別に。いや、そう思わない。いやでもなんか自分たちが悪い気がする。社会問題がある以上自分たちが解決していかないといけないんだったら、それはなんか上の責任かどうかっていうよりはもう自分がそこに対して何ができるか、今どうしてるのかっていう、そっちが重要だと思うんで、そもそもこういうふうに考えてる若者がいたらもうその考え自体を改めてほしいぐらいですね。いや、なんか上の世代の作ったことっていうので僕すごい嫌なのが、男らしさとか女らしさとか、僕は彼女できたことありませんっていうことを上の世代に言うと、こいつは人として何か欠けてるんじゃないかっていうふうに思うらしいんですよ。男として何かがみたいな、上の身勝手なこう思想によって僕たちが虐げられてると思います。
セクシャリティの問題でもなんかその若い世代の方がやっぱりすごい寛容度が高くて、でも結局なんかその物事を決めてるのは上の世代なので、上の世代が変わらない限りなんか生きやすくなりにくいけども、実際同世代の子たちとか自分がゲイだっていうことをカミングアウトしてもすごいすんなり受け入れてくれる人も多くて、だから上の世代頑張ってっていうふうに思いますね。